皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。今日は横浜中華街をご案内いたします。横浜中華街は日本にある三大中華街の中でも面積、店舗数ともに最大規模を誇っています。なぜ中華街に来たかというと、実は丹後の茶事でお出しする中華ちまきの材料を買うためです。茶事に中華ちまき？その理由は後ほどわかりますので、少しお付き合いくださいませ。それではせっかくですので、一緒に面通りを歩きながら材料屋さんに向かいましょう。観光客が多いですね。できるだけ距離を保って歩いていきたいと思います。このひしめく看板を見てください。昼間でも十分に異国情緒にあふれていますが、夜ネオンの明かりが灯ると、これまたいい雰囲気になるんです。実は私、世界各地のチャイナタウンに行ったことがあります。その中でも観光地としてはこの横浜中華街が一番インスタ映えするし、見応えがあると個人的に思っています。近年食べ放題のお店が増えています。2、3000円台で時間無制限、しかも100品以上の中からオーダー式だとか。この通りは市場通り。名前の通り、昭和の時代には八百屋さんや乾物屋、魚屋さんなどこの町の台所を預かる通りでした。今ではここも食べ放題のお店や占いの店が目立ちます。そう、ここ10年で占いの館がものすごく増えていて、50店舗以上あるらしいです。中華料理店が約200数十店舗というのだから、比率としては高いですよね。中華街の周辺にはみなとみらい地区や元町、他にもおしゃれなレストランやカフェなど食事をする場所の選択肢が多く、中華街は占いや観光、お土産を買って店先で売られている焼き小籠包や肉まん、ごま団子をちょっとつまむだけという方も多いです。私も今日はおやつ代わりにごま団子を一つ買って食べます。ごま団子を頬張りながらお店に向かいます。50年以上ここでお店を構えている愛龍号さん。口の中のごま団子がまだ飲み込めてない。ちまきに使う干しエビをまずお願いしました。見たわよ。見たわよ。どうだった？よかったよ。もうそこに見せてもらって。おばちゃま YouTube を見てくれたそうです。それと笹の葉2枚重ねて使うから多めに買っておきます。これはシェンタンと呼ばれるアヒルの卵を塩漬けにして黄身の部分だけを取り出して冷凍したものです。程よい塩加減が美味しく、中秋節の時期に売られる月餅や端午節の時期に作られるちまきの具に用いられます。フライドエシャロットも買って、中華材料はここまでです。ここは関帝廟です。三国志で有名な関羽を祀ったお寺です。商売繁盛と富の繁栄をもたらす神として崇められています。関帝廟の近くにある門は地球門。ここから一旦家に戻り、着替えてスーパーへ他の材料を買いに行きます。まずはちまきの定番の一つ、豚肉。そしてもう一つはたけのこ。その他新鮮なお魚やお野菜、茶会席でお出しする料理の具材も買いました。さあ、あとは帰って支度です。さて、茶事にどうして中華ちまきをお出しするのか。茶の湯の文化が確立した室町時代、唐物と呼ばれる中国で焼かれた茶道具が珍重されました。戦国時代には一国一城にも匹敵すると言われた名品があるほどです。端午の節句も中国由来です。
そこで今回は同じく中国から伝わったちまきの元祖をたどり、茶会席の中でお出しすることにしたわけです。このちまきは日本の古墳時代から中国で食べられてきました。今でも東南アジアのいろんなところで端午の節句といえばこのちまきが食べられます。地方によって入れる具材や味付けは変わりますが、今回は私の料理教室で好評を得ているレシピでご紹介いたします。ご興味のある方はぜひ作ってみてください。それでは早速作ってまいりましょう。材料はもち米、豚バラ肉、たけのこ、干し貝柱、干しエビ、干し椎茸、塩漬け卵の黄身、フライドエシャロットです。このちまきの具のポイントは干しエビとフライドエシャロットの香りです。お近くに中華料理店がない場合、ネットから入手できます。豚肉はバラ肉ではなくロース肉でも OK。干し貝柱や塩漬け卵の黄身がなくても全く問題ありません。うずらの卵や缶詰の豆ミックス、秋には栗や銀杏などもおすすめです。その辺はお好みで。調味料は塩、胡椒、酒、醤油、砂糖、椎茸と干し貝柱の戻し汁です。それに竹の皮または笹の葉とタコ糸をご用意ください。今回は参考までに両方で作ってみました。こちらもネットから入手できます。まずは下準備です。もち米は一晩水につけておきます。竹の皮と笹の葉も水につけておいてください。干し椎茸と干し貝柱、干しエビは水に戻します。柔らかくなった干し椎茸を4分の1にカット。干し貝柱も4分の1にカット。もちろん贅沢に丸ごと1個入れてもいいんですよ。たけのこも椎茸と同じくらいのサイズにカット。干しエビは粗みじん切りにします。塩漬け卵の黄身も4分の1にカット。お好きな方は丸ごとどうぞ。これは入手しにくいと思いますので、なくても基本の味に影響ありません。豚バラ肉は余分な脂身を切り取って20個分にカットし、全体に塩を振っておきます。これで下準備ができました。次に具材を炒めていきます。鍋を熱し、バラ肉から切り取った脂身を入れ、油を溶かし出します。適度な油が出たら脂身を取り出して捨てましょう。干しエビを加えて香りが出るまで炒めていきます。香りが出たら豚肉を加え、焼き目をつけていきます。続けて干し椎茸とたけのこを入れて炒め合わせていきます。ここで一旦塩コショウで味をつけましょう。具材を端によけてスペースを作り、油を少し入れます。ここでフライドエシャロットを炒めていきます。干しエビとともにこれが味の決め手となります。香りが立ち込めてきましたら、避けていた具材と混ぜ合わせていきましょう。そして残りの調味料、お酒、お醤油、お砂糖を加えて具材と混ぜ合わせます。続けて椎茸と干し貝柱の戻し汁も加えていきます。10分ほど中弱火で煮込んでいきましょう。時間が経ったら具だけを取り出します。鍋に残った汁にもち米を加えていきます。中火である程度水気がなくなるまで炒めて火を止めます。具材やもち米の熱を冷ましている間に、竹の皮と笹の葉の水分を拭き取り、内側に薄く油を塗っておきます。もち米が葉にくっつくのを防ぐためです。さあ、ここからよく見てくださいね。中華ちまきの特徴である三角錐の形を作っていきます。まずは竹の皮をこのように折り、ポケットを作ります。そこにもち米をスプーンで2さじほど詰めましょう。その上に豚肉、椎茸などの具を乗せていきます。
上からもう一度もち米を入れて具を挟みます。そしてこのように上から皮をかぶせて蓋をします。かぶせたら残った皮を折り込んで包みます。真ん中をタコ糸でぐるりと2回回してキュッと結んで出来上がりです。もう一度包み方をおさらいしていきましょう。今度は笹の葉でやってみますね。笹の葉は薄くて破れやすいので2枚重ねて使いましょう。両手でこのように折ってポケットを作ります。そこにもち米をスプーンで2さじほど詰めます。その上に豚肉、しいたけなどの具をのせていきます。上からもう一度もち米を入れて具を挟みます。そしてこのように上から皮をかぶせて蓋をします。かぶせたら残った皮を折り込んで包みます。ここでぺったんこにしないよう三角錐の形をキープしてくださいね。そして真ん中をタコ糸でぐるりと2回回してキュッと結んでください。さて全部包み終わったら茹でていきましょう。鍋にたっぷりの水を入れて沸騰させちまきを入れます。ちまきはかぶるぐらい湯の量を調整してくださいね。そして再度沸騰してから50分茹でていきます。茹で上がったらざるにあけるかトングなどを使って取り出しましょう。熱いので気をつけてくださいね。これで出来上がりです。あとは美味しくいただきましょう。皆さんいかがでしたでしょうか。私たちの生活に根付いた文化、実は長い歴史の中他国と交流しながら独自に発展を遂げたものがたくさんあります。茶の湯もその代表的な例の一つと言えます。今回ご紹介したちまきをお出しした茶事の様子は概要欄のリンクまたは再生リストからご覧いただくことができます。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。